くねくねって知ってる？田んぼの中に立ってて、白くて、ずっとくねくね動いてるものなんだって。でもね、見ちゃダメなんだよ。今日はね、そのくねくねを見ちゃった男の子の話をするね。その日は朝から空が眩しかった。太陽が真上にあって、数機が熱でゆらゆら揺れている。地面から立ち上るかげろうが世界を溶かしていくみたいだった。ゆうたは祖父母の家に遊びに来ていた。山と田んぼに囲まれた静かな村の中の古い木の家。玄関には風鈴が下がっていて、チリンと音が鳴るたびに風の匂いが変わる。祖母は縁側で麦茶を飲みながらうちわで顔を仰いでいた。祖父は遠くの畑で黙々と草を刈っている。その音とセミの鳴き声だけが昼の世界を支配していた。退屈だなぁ。ゆうたはつぶやいて外に出た。裸足で踏んだ地面はじんわりと熱く、土の匂いが鼻に広がる。田んぼの稲が風で左右に揺れてざわざわと音を立てていた。その時、ふと違和感を覚えた。田んぼのずっと向こうに何か白いものが立っている。遠くのかぐろうの向こう、揺れる稲の真ん中にひときわ白い影。風もないのにゆらゆら、くねくねと動いている。最初は誰かが洗濯物を干しているのかと思った。でも違う。だってそれは竿もロープもないところに立ってる。しかも妙に細長い。人よりも背が高く、腕なのか足なのかもわからない。ゆうたは目をこすってもう一度見た。それでも白い影はそこにあった。くねくね、くねくね。まるで空気の中を泳いでいるみたいに。ゾワッと背中が冷たくなった。でも、なぜか目を離せなかった。見てはいけない気がしたのに、どうしても気になる。その動きが不思議なほど気持ちいいとさえ感じてしまった。あれ、なんだろう。人かな。近づこうとした瞬間、後ろから大きな声出した。ゆうた、見るな。ピクッとして振り向くと、祖父が家の方から走ってきていた。顔が真っ青だった。汗を流しながら必死に手を振っている。目をそらせ、絶対に見るな。言われるままに目を閉じた。けれど、遅かった。まぶたの裏に白い影の動きが焼き付いて離れない。頭の奥でくねくね、くねくねと何かがまだ動いている。その夜、寝る前になっても、ゆうたはあの白い動きを思い出していた。目を閉じると、あの形が見える。何だったんだろう。人なのか、影なのか、夢なのか。ただ一つだけわかるのは、見てはいけなかったということ。夕方になっても、ゆうたの頭からあの白い影が離れなかった。田んぼの中で見たそれは、どうしても人間には思えなかった。祖母の家の縁側に座り、夕焼けの田んぼを眺めながら考える。セミの声、風鈴の音。けれどその音さえ、どこか遠く、現実味がなかった。その時、祖父が静かに声をかけた。ゆうた、田んぼの方は見ちゃいかん。
祖父の顔はいつになく真剣で、シワの奥に怯えの色がにじんでいた。あそこには昔から変なもんが出る。見たらいかん。ユータは笑ってごまかそうとした。けれどその時、祖父の声が低く震えた。見たのか。その瞬間、ユータの心臓が跳ねた。口を開きかけたが、何も言えなかった。夜。古い家の廊下は月明かりに照らされ、かすかな白が揺れている。寝室の隙間から吹く風に障子がかすかになった。ユータは眠れなかった。目を閉じるたび、昼間見た白い影の姿が浮かぶ。右へ、左へ、くねくねと溶けるように。ふと気づくと足が動いていた。夢の中のように意識がかすんでいく。廊下を歩き縁側へ。田んぼの方を見ると遠くにまた白い影が立っていた。月明かりの中でゆっくりと揺れるその姿はまるで呼んでいるようだった。見ちゃダメだ。誰かの声が頭の奥で囁いた。けれど、ユータの瞳はもう離せなかった。丹ダボのあぜ道をユータはふらふらと歩いていた。いつの間にか裸足になっていて、足の裏が泥に沈む。ぬるりとした感触が指の間を滑り、冷たさが骨の奥まで染み込む。田んぼの真ん中、月明かりに照らされて白い影が立っていた。くねくね、くねくね。まるで踊っているようにゆらゆらと揺れる。でもそれは動いているというより、形そのものが崩れているように見えた。見てはいけない。見ちゃいけない。頭ではわかっているのに目が離せない。胸が熱くなり、耳の奥で何かが鳴っている。カサ、カサカサ。稲が風もないのに揺れた。白い影がこちらを向く。顔には目も口もない。それなのに、ユータにはわかった。笑ってる。その瞬間、空気がどにゃりと歪んだ。周囲の色が虹に音が引き伸ばされる。ユータの頭の中に声が流れ込む。見るな、見るな、見るな。誰の声だかわからない。男でも女でもない。でも、綺麗だ。ユータの口から勝手に言葉が漏れた。そうつぶやいた瞬間、白い影がゆっくりとユータの方へ首を傾けた。世界が反転する。上も下も昼も夜もなくなっていく。ユータは笑っていた。声が出ないのに笑っていた。涙が出るのに笑っていた。稲のざわめきが笑い声に変わる。水面に映る自分の顔が白く溶けていく。もう嫌だ。その言葉は自分の声ではなかった。ふと気づくと目の前に白い影がいた。手を伸ばす。触れた瞬間、冷たい液体が指先を伝った。黒い、どす黒い液体が白い体の中をつぜいている。その液が自分の腕へ、肩へ、首へと広がっていく。ユータはそのままゆっくりと笑った。僕も
くねくねできるよ。世界が静まり返る朝。ゾモの声でユウタは目を覚ました。体中泥だらけで冷たかった。鏡を見るとそこには見知らぬ顔、白い肌、空っぽの瞳、口がゆっくりとくねくねと歪んだ。このお話どうだったかな。田舎の夏ってどこか懐かしい匂いがするよね。でもね、あの匂いの中には人じゃない何かの匂いも混じっているのかもしれない。もし田んぼの中でゆらゆら動く白い影を見つけても絶対に目を合わせちゃダメ。もし目が合ってしまったら、くね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 。チャンネル登録よろしくお願いします。